ドイツ人夫の定番おすすめケーキは何？ケーキのお供はコーヒー？それとも紅茶？今回は夫婦でハンブルクのケーキ屋さんやベーカリーを巡りながらドイツのカフェ文化を満喫してきました。さらにコーヒー、紅茶のお店でもお買い物。果たして今回は砂糖を何キロ摂取するのでしょうか？まずは美容が売りのケーキ屋さんで少し早めなカフェタイムを楽しみます。Was ist genau das so links? Blaubeer-Quarktorte? Ja, okay, dann eine Blaubeerquark, also zum hier essen. Ja. Eine Blaubeerquark und eine Erdbeertorte. Ja, die klassische Erdbeer. Ja, genau. Wo sitzen Sie denn? Da vorne? Ja, ja. Und zum Trinken Ja. ein Pfefferminztee und ein Milchkaffee. じゃーん。マークさんはコーヒーでした。私はカフェインを止められていたので紅茶。このちょっと雑な感じがドイツっぽくていいですよね。ミントティーひたひた。あなたで会うまで基本的に紅茶派だったんだけど、ケーキを食べるときは無意識にいつもコーヒーだったかな。家族で集まってケーキを食べるときもさ、コーヒーだよね。でしょ？カフェオンクーヘンだから。コーヒーとケーキを楽しむのがドイツの習慣だね。そうそう、ドイツ版のアフタヌーンティーみたいな感じ。悩みに悩んでケーキもおかわり。これでもドイツにしては小ぶりなケーキなので、私たちの伸びきった胃袋ならまだいくつか食べられますね。少しローカルなエリアですが、美味しいビオのトーテが食べられるケーキ屋さんです。結構みんな路上駐車だね。まあね。でもなんか駐車場あるっぽいけど、住民全員分はないってこと？いや、それはドイツでよくあるパターンだと思う。まあね。特に最近みんな欲しい家族が多い。まあね。両方とも出勤しないといけない。その場合はそうなっちゃうね。それからマークの好きなケーキを求めて観光でも行きやすいハンブルク中央駅すぐそばのベーカリーへ行きました。あるかなーとショーケースを覗くとありました。マークさんの大好きなビーネンシティヒ。でっかいので半分こ。ちなみにドイツのケーキは呼び方が大きく2種類あって、焼き菓子系のクーヘンとクリーム多めデコレーション系のトーテがあるんですよ。で、これは半分にするために四角から三角にカットされたビーネンシティヒという名前のクーヘン。ドイツではかなり一般的なケーキで、僕もこれが一番好きかな。バタークリームとスポンジの上の焼きアーモンドのバランスがすごくいいと思う。パンみたいなケーキ。パンじゃない、クーヘン。でも三角にカットされたのは正直かなりびっくりした。私もびっくりした。日本人とかアメリカ人はよくサンドイッチを三角に切るけど、ドイツ人は四角に切るのが普通だから、なんかそういう衝撃を受けた。都会は違うんだ、きっと。お次はコーヒーが売りのカフェへ。ここはがっつり観光地なので、土日はね、ものすごく混むんですよ。土曜のオープン前ですが、もう並んでました。全然。コーヒーもケーキもマークのお任せにしました。ここはトートはなくて、クラチンとかフランスポーチン、マフィン。で、こっちは全部クーヘンかな。この中にも僕のおすすめがあるよ。マ
そうね、これはドイツのケーキって感じだね。四角いケーキ。はい、これはあ、これはモンクーフの。ボーンって何？モン。あ、オッケー。モンはね、ポッピーかなそういうそうなんだ。花あ、ポピー？あ、そう。で、クリームはあ、クリームは乗せる。なんか追加で頼んだ。美味しそう。で、こっちはここはマンダリンの。ああ、うん。これはマナが好きそうなやつだね。ありがとう。ポピーを使った食べ物なんて日本で食べたことあったかな？なかったようなと思うんですが、ドイツだとフランツブルーティヘンやクーヘンでちょこちょこ使われてますね。コーヒーと食べるケーキって美味しいですよね。そしてここのコーヒーですが、ショップもなかなか充実しているんですよ。コーヒー豆の種類もかなり豊富で、一部の種類はハンブルクのスーパーや他のカフェでも見かけますね。ちょうど久しぶりにコーヒーを買おうかなと思っていたんで、このセットをゲットしました。紅茶入り。別のセットもありましたよ。ここからは紅茶のお店を3店舗巡ります。ここもさっきのカフェと同様、シュパイハーシュタットにあるお店で、ここでもカフェを楽しむことが可能です。そう、いい匂いだね。お店全体がね、そもそもいい香りでいっぱいなんですよ。Sehr gut。かわいい。何それIch glaube, ja, Schokolade。ショコラールかわいい。ここでしょあ缶。ーうん、なんかハンバーグっぽくてかわいいね。ついつい別のものに気を取られてしまったんですが、お目当てのものも店員さんの助けで見つけて、ここでの買い物は完了。隣の端から見るとこんな感じで、中も外もおしゃれなお店なんですよ。紅茶のチェーン店にも足を運んでみました。このお店は旅の途中、他の町でもたまに見かけますね。カモミールは欲しい。うん、でもなんかこのカモミール美味しそう。匂い。ちょっとこれかな。面白いね。これ何だったんだろう。ああ、面白い。いや、ブラニソン。知ってる？ブラニソン。ない。それはね、なんか、その植物で触ると、ちょっとジンマシンっぽいあ衝動が出るよ。オッケー。それを日本語で何というわかんない。え？でもあるよ、そういう植物。でもその植物何かわかんない。おばあさんがよく昔それを自分で作った。あ、そう。面白い。思えば数年前にザールランド州あたりの森でチクッとやられまして、草が足に触れた時に燃えるような刺すような痛みと、数時間痒くて辛かった苦い思い出があったことを思い出しました。マウス。
この手のお店ですか？そうだよ。今回訪れたのはハンブルクで一番古いお茶のお店なんです。その間もオンラインで購入してなかなか美味しかったので、我が家のテーマイスターは実店舗にも来てみたかったそうです。結局何を取った？うん何を取った？玄米茶、うんそうほうじ茶、うんそうシートベターの買いたて。うん。OK。シートベターは日本語では何？クソ天気。じゃないでしょ。それシートでしょ？そう。シートもそうなの？うん。この間え知ったでしょ。知らなかった。そうなんだ。うんベターはまあ天気だねと思って。何の天気だろうと思って。OK。ちょっと怪しい手だね。OK。お家へ戻って購入品を紹介します。結局全部で13種類の紅茶とコーヒーを1種類買いました。これだけたくさん買っても毎日飲んでるとすぐなくなっちゃうんですよね。ちなみにこのオスフィーズンではこの間もドイツを代表するブラックティーだよと話したと思うんだけど、それはドイツの北西にあるオスフィスランという地域から来てるよ。ドイツの中でも特に紅茶文化が強い地域だと言われてる。東ってついてるのに北西にあるってことは昔はもっと大きな地域だったってこと？そうだね。昔はフリースランというもっと広い地域があって、その東にあるはオスフィスランだった。せっかくなので近々東フリースランドへ行って実際にどんな飲まれ方をしているのか体験してみようと思います。どっしり甘いドイツのケーキ、ドイツに来たら外せない一品です。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。チュース。